ソニックを見たことがある人は誰しもが一度は疑問に感じる一つの謎。なんでソニックの目は繋がっているんだろう？確かに、今では見慣れちゃってる部分もあるけど最初見た時はどうなってるのって思うよね。この疑問は世界的にも広がっていて、ソニックの眼球にまつわるネットミームは後を絶ちません。今回はそんなソニックの目元にまつわる様々な謎について迫ってみたいと思います。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず結論から申し上げますと、ソニックの目は繋がっていません。ちょっと何言ってるかよくわからないです。だってどこからどう見ても白目が繋がってるように見えるよ。ゲームも、イラストも、アニメも、これ一つの眼球に二つの瞳孔がついてるんじゃないの？まあ気持ちはわかります。見た目にはどう見ても繋がっていますもんね。この件について2017年アメリカのゲームメディアゲームインフォーマーが、ソニックチームのプロデューサー飯塚隆さんとアートディレクター星野和之さんに行ったインタビューの中で、ソニックは目が一つで瞳孔が二つあるのですか？彼の目はどうなっているのでしょうか？という質問を投げかけました。まさに同じ疑問だ。その中でプロデューサー飯塚さんは次のように回答しています。彼の眼球は二つに分かれています。繋がっているように見えるかもしれないですが二つは別々の眼球です。繋がってるように見えるだけってこと？その通り、あくまでソニックは二つの眼球を持っていて、繋がった一つの眼球ではないということなんですね。さらに言うとゲーム一作目ソニック・ザ・ヘッジホッグのタイトル表示アニメーションでは、二つの目にそれぞれのまぶたが閉じるのを確認することができます。ほんとだー。ということで公式見解としてはソニックの目は繋がっておらず二つの別々の眼球を持っているということなのですが、それはあくまで設定上の話、見た目にはどう見ても繋がって見えますよね。そんなわけでここからはデザイン上の話に踏み込んでいきたいと思います。そもそも白目が繋がっているキャラクターというのはソニックの他にも実はたくさんいます。そうなの？例えば任天堂のドンキーコングシリーズに登場するディディコング、天才バカボンの本館さん、アニメ、ルーニーチューンズのタズマニアンデビル、UBI ソフトのレイマンなど、国内外問わず結構いるんですよね。ほんとだ、こうして見ると別にソニックだけじゃないんだね。その通りで、白目を繋げるという書き方はキャラクターのデフォルメとしてよくやられる表現で、特にカートゥーンの分野でよく見かける手法となります。ソニックは海外市場を意識して制作されたという背景については過去の動画でも解説しましたが、その制作過程でデザイナーの大島直人さんはソニックのキャラクターデザインの構想において、フィリックス・ザ・キャットやミッキーマウスからインスピレーションを受けたと言われています。ソニックはデザイン構想段階からカートゥーン要素が入ってきてるってことか。そうですね、ソニックの初期デザインにあたるウサギのキャラクター、通称ラビットの時点から早くも白目のつながりが確認できます。また2018年にアメリカで行われたゲームデベロッパーズカンファレンスでも、大島さんはソニックの初期デザイン制作過程について、繋がった目とブルーのハリネズミという特徴を意識して作成した旨を語っており、開発当時から繋がった目というポイントは、ソニックのキャラクターデザインにおける大きな特徴の一つとして持たされていたようです。ここまでを一旦まとめると、白目を繋げるのはカートゥーン分野などでよく見られる手法であること、ソニックは海外市場を意識して制作されており構想段階からカートゥーンの要素が含まれていたこと、その上で繋がった目というのを一つの大きな特徴にしようと意識してデザイン設計されたこと、これらの要素から、ソニックの目はデザイン上白目が繋がっているというわけですね。設定上では白目は繋がっていなくて二つの目があることになってるけど、デザイン上では意図的に目が繋がったデザインにしているってことなんだ。ちょっとややこしいですがそういうことになりますね。なるほどね。ソニックって青いハリネズミっていうのが一番わかりやすい特徴だと思うけど、言われてみれば確かに目もすごく印象的だよね。そんな目元のデザインは開発当時からかなり重視されて作られたってことだったんだね。そうですね。シルエットロゴなんかでも目元がすごく目立ちますし、過去には楽器メーカー ESP とのコラボギターなんかもありましたけど、目元しか書かれてないのにソニックってすぐわかりますもんね。ほんとだ。ボディは黒いのにソニックってわかるのすごいな。先ほどもお伝えしたように白目をつなげるということ自体は割と使われる手法ではあるものの、キャラクターによってはその変遷の中で淘汰されることも多いです。例えばゲームクラッシュバンディクーは初期デザインではつながり目が散見されるものの、現在は完全に離れた目として定着してい
ますし、皆さんおなじみディズニーのミッキーマウスも、現在はこのようなデザインとなっていますが、初期のアニメーションでは2つの大きな目を1つにデフォルメした表現が使われていました。昔のミッキーって黒目だけなんだと思ってた。少なくとも蒸気船ウィリーの時代は大きな目が2つ確認でき、白目と黒目で分かれてますね。元は白目だったところが今では富士タイのようなデザインに流用されてます。思い切ったデザイン変更があったんだな。このように白目が繋がっているというキャラクターデザイン自体は割と散見されるものの、時代によって変更されたり、演出としてあくまで一時的に用いられるというものが多い中、ソニックはもうキャラクターデザインの段階から繋がった目を特徴とするよう設計されているので、時代の変遷やシーンに左右されずに一貫して目が繋がり続けており、いろんなキャラクターがいる中でも特にその目元の作りを粒立てられているのではないかと推察します。また、メディアによってデザインが変更されるパターンもあるみたいですね。例えば先ほど紹介したディディコングや同じくドンキーコングシリーズのディクシーコングは、ゲーム版ではご覧の通り目が繋がったデザインをしていますが、2023年公開の映画、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーでは、目が完全に離れています。あ、ほんとだ。映画版で目が離れているのはソニックも同様ですね。繋がり目はデフォルメ的な演出のため実写に近づくほど違和感が強まってしまうのかもしれません。映画ソニックでは代わりに鼻の上の毛の色を調整することで原作の目元の印象に寄せてるみたいですね。なるほど。細かい工夫だけど確かに遠目だったりぼやけたりすると原作っぽい印象になるね。ここからは少し話を変えて、今度はソニックのまぶたについて深掘ってみようと思います。質問ですが、ソニックのまぶたって何色かわかりますか？まぶたの色？そう言われると気にしたことなかったな。あれ？でも待てよ。さっきソニック1のタイトルアニメーションを見たとき、肌色だった気がする。記憶の糸をたぐってますね。おっしゃる通りで最初はソニックのまぶたは肌色でした。ですが近年のソニックは青い色のまぶたで描かれることが多いです。映画やゲーム、アニメも同様ですね。確かにこっちも見覚えあるかも。実はソニックのまぶたは意外と変遷があるんですよね。繰り返しになりますが初登場時は肌色でした。当時の設定資料にもまぶたは肌色ですと明記されていますね。この設定は意外と長く採用されていて、ゲームソニックアドベンチャーまでは作中で肌色のまぶたを確認できます。この頃 2D から 3D に切り替わる、いわゆるモダン期が始まり、ソニックのデザインもリニューアルされていくのですが、このタイミングで実はソニックのまぶたの色も青色に変更されました。2003年に発売されたソニックアドベンチャーデラックスというソニックアドベンチャーのリニューアル版では、同じシーンでもソニックのまぶたが青くなっています。ほんとだ、青くなってる。その一方でクラシックソニックは、実は現在も肌色のまぶたのままになっています。そうなんだ？これはゲームやアニメなどでも同様なので、近年ではモダンソニックは青、クラシックソニックは肌色と、まぶたの色をそれぞれ書き分けているようです。知らなかった。クラシックソニックはまぶたまでクラシック時代のデザインそのままってことだね。あとこれはもうほぼ余談ですがまぶたの閉じ方にもバリエーションがありまして、まぶた自体は閉じずに瞳孔で表現しているパターンもあるんですよね。漫画っぽい表現だね。先ほどのソニックアドベンチャーまでは 2D アートでこういった表現が使われていましたし、近年では LINE スタンプやソニックフレンズなどではこのような表現がされるようです。デフォルメの効いたコンテンツではまぶたを閉じずに笑うケースが多いのかな？そうかもしれません。デフォルメ特有のキュートさがありますよね。なおソニックのアニメーションディレクターを務めるタイソン・ヘッセさんが、2022年に描いたアメコミの記念カバーイラストを見てみると、2つのパターンが混在しています。1つのカバーの中で2パターン出ることもあるんだ。ここら辺はもうコンテンツのトーンに合わせつつも基本的に自由に表現しているみたいですね。ということで今回はソニックの目元にまつわる雑学紹介でした。ニッチな内容だったけど知らないことも多くて面白かった。ソニックのキャラクターデザインにとっても非常に大きな特徴となっている目。この動画を通してそんな目元がもっと魅力的に見えたなら幸いです。この動画が良いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。